こんにちは。今回はこれまで生きてきた中でのマイベストコスメなベースメイクアイテム、人生ベスコスのベースメイクアイテムについてお話ししていきます。このテーマにしようと思ったのが、年末に YouTube で2023年下半期のマイベストコスメとか、2023年年間マイベストコスメとかって動画をたくさん見ていたんですよね。半年とか1年で区切らないで、その人のこれまで出会った中でのベストコスメを知りたいなって思ったんですよね。じゃあ自分自身作ってみようと思って、人生のマイベストコスメ、略して人生コスメについて動画を作ることにしました。で、今回はベースメイクについてお話ししていきます。で、年の初めにまとめておくことで、今年はこの人生マイベストコスメを超えるアイテムと出会えるといいなと思ってまとめることにしました。で、人生コスメをお話しする前に、私の肌質とベースメイクの好みをお話しします。私の肌質は基本的に脂性肌で、秋冬は混合肌から普通肌くらいかなと思います。現在44歳で、シミがところどころにあって、いつもどこかにニキビやニキビ跡ができている状態です。あと、開き毛穴やたるみ毛穴があります。私がベースメイクで重視していることはこんな感じです。薄く伸び広がって薄化粧に見えるんだけど、ちゃんと綺麗に見えるアイテム。崩れにくいし、崩れても汚くなりにくいアイテム。日焼け止め効果がしっかりあること。いろんなアイテムと組み合わせても相性がいい方がいいかなと思います。で、あと酸化亜鉛フリーか酸化亜鉛が少ないこと。こんなことを重視しています。で、酸化亜鉛は油を固めてしまう性質があるらしくって、脂性肌の私の場合、毛穴詰まりを起こしやすいと感じています。なので、なるべく使わないようにしています。あと、反対にそこまで重視していないことはこんな感じです。ベースメイク製品に保湿以外のスキンケア製品が入っていることです。乾燥するベースメイクアイテムだとたるみ毛穴が目立ってしまうので、保湿成分はいるなって思ってるんですけど、保湿以外のスキンケア効果はそこまでいらないかなって思っています。最近だとシミ対策とかシワ対策のものがあるかなと思います。保湿以外のスキンケア効果はそこまでいらないかなって思ってる理由なんですけど、そもそもメイクする前にスキンケアしてますので、いらないかなって思います。あと、スキンケア製品とベースメイク製品のスキンケア効果を比べると、肌に直に乗っているスキンケア製品の方が効果が高いと思うので、スキンケアの製品でいいものを使ってるんだったら、ベースメイクの製品で保湿以外のスキンケア効果を重視しなくてもいいのかなって思っています。ベースメイクの方でスキンケア効果が高いものを選ぼうとすると、どんどん価格が上がっていくので、ちゃんとスキンケアしてるんだったら、そこまでベースメイクにスキンケア効果いらないかなって、そんな感じですね。はい。では、まず、化粧下地です。下地は基本的に2種類を薄く重ねて使っています。保湿系のしっとりした下地と、皮脂吸着系の下地を2種類薄く重ねています。メイクの方針的なことはベースメイクの動画でお話ししていますので、詳しくはそちらをご覧ください。で、ざっくり言うと、私の肌質的に皮脂崩れしやすいんだけど、保湿しておかないとたるみ毛穴が目立つので、皮脂崩れ対策として皮脂崩れ防止下地、サラサラ系の下地と、たるみ毛穴対策として保湿系の下地を使っている。この2種類を使っているっていう感じです。で、まず保湿系下地についてです。保湿系下地はたくさん持ってるんですけど、正直どれも普通にみんな85点以上っていう感じがします。どれも好きで気分で使い分けているんですけど、中でも薄付きでも肌がもっちりして、でも厚みが出ないっていうものが一番使いやすいなって思っています。厚みが出る使用感っていうのがもしかしたら伝わりにくいかもしれないんですけど、保湿系下地の分厚さがあって、上からファンで行って重ねていくとどんどん厚みが出てしまったりして、それで崩れやすくなったり、肌としても上にすごく厚く乗ってるなみたいな感覚で違和感があったり、かゆみみたいなものが出てきたりして、無意識に顔を触ったりかいてしまったりするんですね。で、私の場合はそれで崩れの原因になったりしています。やっぱり厚みが出ちゃう保湿系下地だと、保湿の安心感はあるんだけど、ちょっと崩れ防止には
あんまりかなっていうふうに思っています。そんな感じで薄くつく保湿系下地が好きなんですけど、みずみずしくて薄付きで好きなものはカバーマークのデイクリームです。2023年下半期のマイベストコスメにも選んだんですが、みずみずしくて薄付きなのにちゃんとたるみ毛穴が目立ちにくくなる保湿感があって、しかもその保湿感が長時間続きます。デパコスの化粧下地はお値段だけあって使用感や保湿感がいいものも多いんですけど、個人的には香りが強いなって感じるものが多いんですよね。で、私的にスキンケアも含めて何種類も顔に塗っていくときに、そのアイテムごとに香りが強いとあんまり快適じゃないんですよね。そんな中、香りはほのかにローズ系なカバーマークのデイクリームが一番好きです。公式には化粧下地効果は謳われていないんですけど、保湿感と日焼け止め効果を足すのにはとってもいいし、私としては化粧下地的にも特に問題ないかなって思っています。で、50g 入りだと8800円でなかなか高いなって思いますし、50g 入りだと一途に使い続けないと使い切れないなって思うんです。で、日焼け止めって毎年新しいものがいろいろと出ますし、いろいろと試したくなるっていう私としては、10g 入りの1980円のものが大好きです。デパコスで少量入りでプチプラ価格で販売してくれるってことはあんまりないかなって思うんですけど、このアイテムは 10g 入りを売ってくれてるっていうのでありがたいなって思って使っています。使用感は先ほど言った通りとてもいいので、私的には今のところ人生マイベスコスです。で、次、コスパを重視するならエスポアのセラミド入りのサンクリームが好きです。で、通常は2500円くらいの販売価格なんですが、スタイルコリアンさんのセールなら1000円くらいで買えてしまいます。前も使用感見せたことあるんですけど、こういう薄いピンク色みたいな感じで、スーッと伸びてくれて、結構しっとり感とかもちっと感はあるんですけど、分厚さもあんまりなくて保湿感も長持ちしていいと思います。で、香りは、ちょっと化粧品っぽい香りにハーブを足したようなちょっとオーガニック系の虫除けみたいな香りがするんで、人によっては好みが分かれるかもしれませんが、この長時間続く保湿感と日焼け止め数値も SPF50 プラス PA4 プラスで最高値なんですよね。で、塗り心地も滑らかでいいと思っています。で、セラミド入りのせいか肌がもっちりチュルンってする感じがあってとってもいいと思います。もともとの価格の2500円でもそれ以上の価値があるようなアイテムかなと思います。買い方を工夫するとコスパがすごくいいので、気になっている方は使ってみてほしいなと思います。で、次、皮脂吸着系下地で好きなのはプリマビスタです。これは揺るぎないですね。で、私の肌では一番皮脂を抑えてくれます。と言っても、正直一日中は皮脂を抑えてはくれないかな。私の皮脂が多いっていうのもあると思うんですけど、4時間ぐらい抑えてくれるかなって思います。普通の下地だと1、2時間で私の肌はテカるので、4時間持ってくれるだけでもすごくいいなって思います。皮脂崩れを抑えるっていう下地はたくさんありますし、私自身人気なものはなんとかサンプルをゲットして使うようにしてるんですけど、基本的にプリマビスタを超えたことがもうこの2年ないですね。で、ただ皮脂テカリを抑えてくれる下地は人によって相性があるみたいで、私はプリマビスタが皮脂テカリを抑えてくれるんですけど、プリマだとテカるっていう口コミも見ることがあります。なので私的にはベストだけど、脂性肌さんみんなにいいとは言いづらいのかなって思います。あと、クレンジングはしっかりしないと落ちないので、優しいクレンジングを重視している方にも合わないのかなって思います。で、プリマビスタはいろんな種類があって、全部使ってみたんですけど、UV タイプが一番 UV 効果も高くて、乾燥もしにくくて、皮脂を抑える効果も良くて一番好きです。カラーが定番で4色あるんですけど、アラフォーで黄みのある肌の私の場合、フレンチブルーが一番清潔感が出て好きです。次にラベンダーが好きかな。メロンは私の肌だとトーンアップ感がすごく強くって、ちょっと使いづらいなって思っています。ベージュだとちょっと赤みが強いので、私はフレンチブルーが一番清潔感が出て好きかなって思います。
リピートするならこの2つですね。この下地の色比較なんかは別の動画でしていますので、よかったらそちらをご覧ください。で、今年開拓したいなって思ってる下地としては、私はだいたい3000円前後の下地を使うことが多いんですけど、デパコスも使ってみたいですし、あと毛穴を埋める系の下地も実はたくさん持ってるんですけど、あんまり使いこなせてないので、もっと使い方を工夫して使いこなせるようになりたいなって思っています。次、ファンデです。ファンデはリキッド、パウダリー、クッション、あとバームで選びました。でリキッドならディオールです。ディオールスキンフォーエバーフルイドグロー SPF20 の PA3 プラスです。でリキッドファンデは雑誌付録なんかでサンプルをいろいろとゲットしては使ってみてるんですけど、でも未だにディオールを超えるものがないので、結局今のところこれがベストですね。でディオールのいいところはこんな感じです。そこそこカバー力があるけど厚みが出ない、崩れにくいし、崩れても汚くなりにくい、うるうるしとしとずっと乾かないみたいなアイテムじゃないんですけど、乾燥もしにくいのでどんな季節でも使いやすいです。で、あと重ね塗りしたらちゃんとカバー力が上がってくれるっていうところもすごく優秀だと思います。でこの5点のうち上の4点は該当するファンデが結構あるんですけど、重ね付けしたらちゃんとカバー力が上がってでも崩れにくいって点まで叶えてくれるファンデはなかなかないんですよね。で私的にはこのファンデぐらいっていう印象なんですよね。コンシーラーいらずだし、これを超えるファンデに出会えてないなっていう感じです。いまいちなところとしてはカラー展開です。カラー展開は11色出ていて、十分なカラー展開ではあるんですけど、私個人的には 1N だと暗くって 0N だと明るいんですよね。これは 0N なんですけど、よく雑誌付録についてくるサンプルは 1N なんですよね。で、なので私としてはメイベリンのフィットミーの220を混ぜて使ってるんですね。で海外だと 0N と 1N の間の 0.5N っていう色展開があるんですけど、日本では販売されてないのでちょっと残念だなって思っています。であと香りが結構しっかりあります。なんかこれもちょっとオーガニックな虫除けみたいな感じもしちゃうんですけど、そこまで気にならないかな。化粧品らしい香りがそこそこあって、ただメイクの後も気になるってほど香りは強くないかなとは思います。でも香りはあるので、気になる方はサンプルとかテスターで確認された方がいいかなと思います。で、あとリキッドファンデは少し手間がかかるので毎日は使ってないかなって思っています。リキッドは塗ってスポンジで押さえてっていう2工程があるので、毎日メイクっていうよりは、今日は長時間崩れたくないなって日に使っています。もしこういうディオールのファンデの仕上がりとか持ちとか重ねたらカバー力がアップするっていう性質を持ったファンデで、指塗りだけでも完全に綺麗、完全に崩れにくいっていうものが出てきたら、それが一番になるのかなって思ってます。ディオールのファンデの塗り方は別に動画を作っていますので、よかったらご覧ください。次、クッションファンデです。クッションファンデは春夏用と秋冬用で2つあります。1つ目がジョン・センブルのエッセンシャルスキンヌーダンクッションライトです。本体とレフィル付きだと5830円、レフィルのみだと2640円です。で SPF50 の PA3 プラスです。でクッションファンデは今まで30種類以上は使ってきたと思うんですけど、一番これがいいなって思っています。良いところはこんな感じです。伸びが良くて薄付きなのにそこそこカバー力がある。乾燥しにくい、崩れにくい、崩れても汚くなりにくいです。ジョン・センブルのスキンヌーダーは動画でつけてこなかったので、つけるとこんな感じです。パフはミシャのものなんですけど、100円から500円玉台くらいを取って、でジョン・センブルの蓋にはデコボコがついているので、そこでパフになじませてから顔に塗布していきます。カバー力を高くしたいところにポンと置いて、その周辺になじませるっていう感じで塗っています。でこのファンデは適当にポンポンするだけで綺麗についてくれるので、あんまりテクニックはいらないかなと思います。ざっくり塗ったらこんな感じです。
ざっくり塗った後はパフを反対側に持ち替えて、パフの綺麗な面でよれやすい場所をポンポンしていきます。小鼻の脇とかほうれい線のあたりとか目尻とかをポンポンしてよれにくくさせます。仕上がりはこんな感じです。すっぴんに比べるとそこそこカバーされていていいかなと思っています。ただシミは隠すほどのカバー力ではないかなと思います。でもパパパッと塗るだけで肌を均一なカラーにしてくれるという感じで、私はすごく気に入っています。今回使ったカラーはライトという黄身寄りのカラーです。色選びのご参考にしてください。11時間後の状況はこんな感じです。そんなに汚く崩れないんですよね。崩れるというか消えていくみたいな感じのファンデーションだと思います。でティッシュオフしても、皮脂は多少はついてるんですけど、ティッシュにファンデはそんなについてないかなと思います。ファンデが残っているかっていう問題はありますけど、汚く崩れないので私は好きです。薄くやっぱり伸びて、でそこそこカバー力があるっていうのが伝わればと思います。でジョン・センムルの好きではない点というかな、公式ショップのセールが控えめかなって思います。韓国コスメは目変わりの時とか新製品が出るともう興奮するようなセールがあって、買い物がすごい楽しいって感じになるんですけど、ジョン・センムルは韓国だと多分デパコスの分野なのかな。だからそういうのはあんまりないんですよね。で前は、ジョン・センムルの公式の EC サイトでセールが毎月あったりしたかなって思ってるんですけど、去年ぐらいかな、サイトが変わってあんまりセールしなくなっちゃいましたね。でジョン・センムルは大好きで、クッションは全種類持ってるんですね。でロングウェアタイプっていうのもあってそれ好きだったんですけど、酸化亜鉛が結構入ってるっていうことに気がついて使わなくなりました。私は酸化亜鉛で毛穴が詰まりやすいタイプで、確かにロングウェアタイプをつけて肌を観察するとちょっと角栓が育ってたんですよね。観察しないとわからないレベルではあったんですけど、春夏用のクッションで別にお気に入りもできたので使わなくなりました。そうでスキンヌーダークッションって一体何がそんなにいいのかってとこなんですけど、多分粉成分に秘密があるかなと思っていて、薄付きなんだけど肌をきれいに見せてくれる効果が高くって、これが好きって人多いと思うんですけど、その理由は使うとねわかると思います。次キルカバーのザニューファンウェアクッションですね。春夏用のクッションファンデとしてはこれがすごく好きです。でいいところとしてはこんな感じです。伸びが良くて薄付きなのにそこそこカバー力があります。キルカバーシリーズはいくつも使ってきたんですけど、カバー力の種類というかな、それがこのファンデで変わったと思います。前はがっつり肌を隠蔽するようなカバー力だったんですね。カバー力が高いのはいいんだけど、パフに取るファンデの量を調節したり、何度もその薄塗りにしたいところをポン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 しなきゃいけなかったりしてちょっと面倒だったんですよね。でもこのザニューファンウェアクッションは化粧感は強くなくって、でも肌をきれいに見せてくれるカバー力があるっていう感じなんですよね。ホームページを見る限りこれもその粉体が微粒子になってるみたいで、それが秘密なのかなっていうふうに思うんですけど、すごくいいなって思いました。で崩れにくいし、崩れても汚くなりにくいです。で崩れにくいファンデの割に速乾性が高すぎないのでメイクしやすいなって思っています。で好きではないところとしてはちょっと乾燥するかなと思います。つけて2時間後ぐらいに顔がなんかちょっとカピッとするというか突っ張る感じがあります。その後自分の皮脂が夏だったら出てくるのでまた馴染むなっていう感じがあるんですけど、なので下地は少し保湿力高めにしておくのがいいかなって思っています。で仕上がり的にはすごくいいので、この春夏も使いたいなって思っています。この春夏に別のクッションも試すかなと思うんですけど、このファンデが基準というか、これが私の暫定1位で、それと比べてレビューしていくのかなって思います。でクリオのキルカバーザニューファンウェアクッションについては別にレビュー動画を作ってありますので、よかったらご覧ください。今のところこれがトップ2かなって思います。でクッションファンデは2024年も多分たくさん試すと思うので、クッションファンデについてちょっと思うことをお話しすると、
クッションファンデは一途にこればっかり使うと1個3ヶ月ぐらいで使い切ってしまうかなと思うんですね。で、私の金銭感覚としてはクッションファンデでデパコスを買う気にはなかなかなれないんですよね。3ヶ月で5000円から1万円飛んでいくのかって思うとちょっとファンデとしては高いかなって思います。デパコスのリキッドファンデなら、同じぐらいの5000円から1万円以上というところでも1年使ってもまだまだ余ってるぐらいなのに、クッションだと3ヶ月で消費しちゃうっていうと、やっぱりコスパ的には好みじゃないかなって思っています。今年もクッションファンデは、プチプラとかミドルぐらいを、目安に使いたいかなって思っています。で、次、パウダリーファンデーションです。パウダリーファンデーションは高原度を愛用しています。で、いいところはこんな感じです。パウダリーファンデらしく端正な肌が作れる。やっぱりなんてフォギー肌っていうんですかね。そんな感じの肌が作れて、私の場合、マットのリキッドファンデやクッションファンデを使っても、顔の形とか肌の質がちょっとなんか関係するのかな。常にツヤ肌みたいになっちゃうんですよね。でもパウダリーファンデだと、マットからセミツヤぐらいまでのお肌が作れていいなって思っています。で、これは崩れ方が汚くないと思っています。目周りに使っても粉っぽくなりにくいので、私はアイシャドウプライマーをのせてこのファンデでアイシャドウプライマーをセットするってこともあります。で、薄付きにできるんだけど重ねればカバー力が足されていくっていういいパウダーだと思っています。こうやって結構多くつけて、こうつけるとすごくカバー力があるんですけど、伸ばしていくとすごくスーッと溶け込んでくれて綺麗だと思います。でもカバー力足したいなって思うと、上から重ね付けしていくとちゃんとカバー力が足されて、でそれで崩れ方が汚くないっていう感じなので、口コミもいいしリピートされてる方も多いパウダリーファンデなんですけど、確かにいいなって思っています。コンシーラーいらずでいいかなって思いますね。で、ネガティブポイントとしては使い方に少しコツがいるかなと思います。前に動画を作ったんですけど、私的にしっくりきた使い方は、下地をつけてパウダリーファンデの前にフェイスパウダーを薄くつけることが良かったです。あとはブラシで塗る方が良かったし、あと毛穴自体はブラシをくるくるしないこととかも綺麗に仕上がるコツかなって思っています。ちょっとツヤ肌に仕上がるので、ブラシでくるくるしちゃうと毛穴もなんか発光してきちゃって毛穴が目立ったりするので、静かにトントンしたりスーって伸ばしたりっていうことで使う方が、端正な肌作りみたいなのができるのかなって思っています。そうだからリキッドやクッションファンデみたいに顔にのせてパフで全体的に押さえたら OK っていう感じではなかったから、使い慣れるまでは少し戸惑ったかなって思います。でも使い慣れるとこれがロングセラーな理由が分かって重宝しています。で、今のところここ何年かでパウダリーファンデを使ったのが高原度ぐらいなので、今年はいろいろと開拓したいなと思っています。バームファンデならミシャのスキンフェイクバームがいいかなと思っています。で、いいところはこんな感じです。保湿感があるのに分厚く肌に保湿感が残らない。薄く塗り伸ばすだけで綺麗に仕上がる。カバー力はそんなにないんですけど、ザーッと伸ばしただけで毛穴のポツポツ感とか軽い色ムラぐらいはカバーしてくれて綺麗に仕上がるかなって思っています。で、あとコスパがいいです。これ、塗り伸ばすだけで綺麗に仕上がるのに1980円っていうのがいいなって思っています。で、バームファンデって他にも使ってきたんですけど、他のものは保湿力がある分肌に少し分厚く残る感じがあるんですよね。で、保湿力が分厚く残ってしまうと上からパウダーをのせた時にパウダーが多くつきやすくなってしまって、汚く崩れる原因になったり、顔に違和感が出て顔をちょっと触っちゃったりかいちゃったりっていう原因に私の場合になってしまうので、ちょっと分厚くつくバームファンデはあんまり合わないかなって思っています。保湿感はそこまで高くないけど、そこそこの保湿感はあって薄付きで1980円っていうコスパがいいのでとても気に入っています。冬の時短メイクならミシャのバームファンデがいいかなって思っています。今年開拓したいものとしては、秋冬のファンデもサンプルをゲットしておきながらちゃんと使えてないものもあるので、まずはちゃんと使いたいと思っています。
で、秋冬のファンデが発売になるのってまだまだ暑い時期なので、冬になったら試してみようって思ってたらすごく遅くなってしまったんですよね。ちょっとちゃんと使って、いいものがあったら投稿しようと思います。あとはプチプラのクッションとか、あとメッシュクッションとかもいろいろと試したいなって思っています。あと時短メイクにいい BB クリームとか、あとはノーファンデ下地とか、そんなものも試したいなって思っています。で、コンシーラーです。コンシーラーは実は2023年にたくさん買って今使い込んでいるところなんですけど、これまでのベストとしては、シミを隠したい私的にはNARS のソフトマットコンプリートコンシーラーのバニラ、これ海外で買ったものなんでバニラの表示なんですけど、日本の表示だと1276番になっています。で、これ4510円のもので、で好きなところはこんな感じです。カバー力が高くてシミも一発で隠れます。で、全然なくならないので、これももう結構使ってるんですけど、へこんではいるんですけど全然なくならないですね。ここに乗っけたとして、なんとなくちょっとマット仕上がりというかな、そんな感じなので、全然シャバシャバしてないので、お粉でわざわざセットしなくても、そこそこ定着するかなっていう気がします。あとメイクをもうお粉でセットし終わった後、もう仕上がりましたっていう後に足しても汚くなりにくいなって思っています。お粉をした後にシミが隠れてなかったとか浮いてきたって思っても、上から重ねても、下のメイクを崩れさせにくいし、違和感が出にくいので扱いやすいです。あと私メイク直しは基本的にしないんですけど、メイクしてから何時間も経ってシミが浮いてきちゃったって時に、これでシミのところだけメイク直しするとか、そんなこともしてましたね。はい、次、韓国コスメの23 years old っていうブランドのダーマシンコンシーラーです。で、このコンシーラーは広い面で使いたい時に使っています。さっきの NARS の場合はシミとかそういうほんとピンポイントで濃いめのカバー力で隠したい時はこっちなんですけど、ちょっとカバー力を足したいなとか、ちょっとぼやっとした色ムラなんかに使うのはこちらっていう感じで使ってます。で、これは韓国のメイクアップアーティストのハム・ギョンシクさんとこのブランドのコラボで誕生したものらしいんです。で、ドクダミエキス配合でお肌の鎮静ケアをしながら色ムラをカバーできるっていうものです。で、好きなところはこんな感じです。薄付きなのにカバー力もそこそこあるし、乾いてもボソボソしにくいです。で、崩れ方も汚くないっていうところでとっても愛用しています。質感見てみると、今使ったのがグローベージュを使ってみました。で、ここに置いたんですけど、すごい薄く伸びて、わかるかな、なんかあんまり粉々しくもなくピタってついてくれる感じ。そう、なんかこのコンシーラーはうるうるした保湿感じゃないんだけど乾燥もしにくいっていう感じのつけ心地かなって思いますね。だから薄付きのファンデの上に頬だけカバー力足したいなみたいな時に合わせて使ったりしていますね。で、今年開拓したいものとしては、今多分20個ぐらいコンシーラー持ってるんですけど、その買ったものをちゃんと使ってそれぞれの特徴をつかんで使い分けできるようになりたいですね。そうで、最近は目の下の青クマかな、多分青クマだと思うんですけど、クマとか、あと頬にあるぼんやりとしたシミが気になってるんですよね。で、その頬のシミっていうのは、いわゆるゴルゴラインみたいな筋肉の隙間みたいなもので黒っぽく見えてるのか、あとはマスクで擦れてできたシミなのかよくわからないんですけど、グレーっぽいもやもやっとした色ムラみたいなものができてるんです。で、これを隠そうとするとなかなかうまく隠れないなっていうのが気になってます。こういうくぼみやグレーっぽい肌悩みにはオレンジ色のコンシーラーがいいって言われてるんですけど、いろいろ使ってみてるんですけどなかなかしっくりきてないんですよね。で、今年はこういうくぼみっぽいグレーっぽい肌悩みを軽減するメイク方法を自分なりに研究して習得したいなって思ってます。もし考えがまとまったら動画にもしたいなって思っています。次はパウダーです。
パウダーはファンデーションのセッティングに使うセッティングパウダーとベースメイクの仕上がりを変えるフィニッシングパウダーに分けて選びました。まずセッティングパウダーなんですけど、イニスフリーのポアブラパウダーがもうここ2年くらいかな、もうずっと揺らがずに一番いいと思っています。でこれは皮脂テカリを抑えてくれるパウダーですごく微粒子なんですよね。こうやってやってもなかなか取れないぐらい、そう、これもすごい薄付きなんですよね。これ1980円でプチプラなんですけど、ここはネット式になっていて使いやすいと思っています。で、これ今はパッケージが新しくなってるみたいなんですけど、中身は変わってないっていうことです。もっとプチプラでいろいろと皮脂吸着系のパウダーが売ってると思いますし、それも優秀なんですけど、ポアブラパウダーは皮脂テカリ防止効果がすごく長いと思ってます。で私の肌だと普通のパウダーだと2時間から4時間ぐらい、皮脂を抑えてくれるかなって思うんですけど、ポアブラパウダーを使うと、どうだろう、4時間から、寒い時期だと8時間くらいテカらないかなって思います。あとは微粒子なので、薄くつけたつもりでもしっかり皮脂テカリを防止してくれるかなと思います。でネガティブポイントとしては、皮脂崩れを抑えてくれるからと思って欲張っていっぱいつけると乾燥するかなと思うし、あとはチークとかハイライトとかこれの上にのせようと思ってもうまく乗らないなみたいなこともあります。なのでこれ薄くつけても効果はあるので、薄くつけるのがいいかなって思っています。で次、メイクの仕上がりを変えるパウダーです。海外コスメなんですけど、アワーグラスのアンビエントライティングパウダーっていうのが好きです。映っちゃうのでちょっと中身だけなんですけど、アンビエントライティングパウダーのソフトライトっていうカラーと、こっちは単体で売ってる方でディフューズドライトっていうカラーです。でこれはきめの細かなツヤ肌にしてくれるっていうパウダーかなと思います。しっとり感のあるハイライト効果のあるパウダーって結構厚ぼったく肌につくことがあるんですけど、このパウダーは、そんな乾燥もしないのに肌に薄くついてくれます。でこのパウダーをつけてると肌が綺麗ですねって言われることも結構あるんですよね。目の下のハイライトとしてはディフューズドライトっていう、これちょっと黄色っぽさもあるカラーなんですけど、これが良くて、頬の高い位置につけるのはソフトライトっていうカラーがいいかなと思っています。でこれをつけると肌がきめ細やかに見えて、でボワーンとしたツヤ感ができるんですよね。でこのパウダーは持ってるものが古くって2019年の2月購入で、これ2019年11月購入なので結構時間が経っちゃってるんですよね。一応開封後12ヶ月で使いましょうっていうアイテムなんですけど、自己責任で使っちゃってます。私あんまり使用期限が切れたものって好きじゃないんですけど、でもこれは全然劣化を感じないので使っちゃってます。自己責任ですけどね。で見えない劣化があるのかもしれないんですけど、つけ心地も触り心地も香りも特に変わらないですね。でネガティブポイントとしては、このソフトライトというカラーを単色で欲しいんですけど売ってないんですよね。であとは海外コスメなので現物を見て買えないっていうところがちょっと人にはおすすめしにくいなって思うところです。でもすごく好きなんですよね。上質な肌にしてくれるっていう感じのすごくいいパウダーだと思ってます。でこれ結構使ってるんですけど、へこんではいるけどなかなかなくならないんですね。だからもし単色で買うんだったらミニサイズを買うかなって思ってるのと、あとは年に1回この6色のパレット、6色のパレットはフェイスパウダーとブロンザーとチークとハイライトかなを入れてくるんですけど、毎年なんか色がナチュラルメイクが好きな人には派手かなって思うようなカラーが入ってくるので、なかなか買えないんですけどね。私はこのソフトライトっていうカラーが単色で発売になったら絶対買おうって思っています。仕上げのフィニッシングパウダーとして透明感を足したいときはプリズムリーブルのパステルシフォンを使っています。こういう4色入ったタイプですね。でこれの好きな点はこんな感じです。透明感マシマシになってブルベ偽装ができる。いわゆるブルベっぽいメイクをしたい時とか、メイクをし終わってでもなんか肌色がくすんでるなって思う時にブラシで頬とかおでこにふわっと使うとめちゃめちゃ透明感出るんですよね。
ブルベっぽいメイクが急激に顔に馴染むので、やっぱりこれは名品だなって思っています。見るとこんな感じで、ちょっと適当に撮るだけですけど、よいしょ。こんなに濃くはのせることないと思うんですけど、こんな感じで、ここだけすごい透明感出たのわかるかな。こんな感じですごく色白、透明感、ブルベ偽装、その辺ができます。で、ネガティブポイントとしては香りが強めですね。で、私の感覚的にはフルーツ味のラムネみたいな香りがします。その辺はお好みが分かれるかなって思います。あと、皮脂テカリ防止効果が私には薄いかなって思ってます。このパウダーで皮脂テカリ防止効果が高いっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、私の肌では皮脂テカリ効果はないかなって思います。なので、イニスフリーのボアブラパウダーで皮脂を抑え込んで、これだけ部分的に足すっていうような形で使ってますね。で、皮脂テカリ防止効果はないんだけど、肌をマットに仕上げるっていう効果は高いかなと思っているので、肌をマットに、でもブルベっぽく透明感があって清潔感があるみたいな仕上がりにしたいときはこれをよく使っています。で、今年の開拓予定なんですけど、視聴者さんに教えていただいたこれは毛穴が隠れるよっていうパウダーをいくつか買ってみたんです。で、どんなファンデだと合うかなとか、顔のどのパーツに使うといいかなっていうのを考えながら今使ってみています。考えがまとまったら動画にしたいと思っています。で、あとはデパコスのユキチパウダーとか本当にいいのかなっていうのが気になっています。皮脂も抑えつつ毛穴もぼかしてで乾燥もしないみたいなパウダーを開拓したいなって思ってます。今回はベースメイクの人生ベスコスをまとめました。で、スキンケアはスキンケアルーティンの動画がほぼ人生コスメですので、再生リストのスキンケアをご覧いただけるといいかなって思います。で、ポイントメイクはもう基本的に一個一個レビュー動画を作っているので、人生コスメポイントメイク編っていう再生リストを作りましたので、そちらをご覧いただければ人生ベスコスがわかるかなと思います。私の人生ベスコスベースメイク編はこんな感じでした。今年開拓したいっていうものを一緒にお伝えしてきたんですけど、もしこんなものもいろいろ試してみてほしいみたいなリクエストがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。すべてのリクエストにお答えするのは難しいかなとは思うんですけど、いいねが多いリクエストとかにはお答えしていきたいと思っていますので、どうぞ遠慮なくコメント欄に書いてください。こんな感じでこのチャンネルでは購入品のレビューや私なりのメイクのコツについてお話ししています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。特にコメントはいつも次の動画を作る励みになっています。いつもありがとうございます。ではではまた。バイバイ。